こんにちは。こんにちは。今回は恋人出現報告。はい。潜在意識はあさっての方向から実現する。についてお届けします。はい。まあ今回のね、ご報告もまた素晴らしいんだよね。はい。K さんという方なんですけど、去年の8月ぐらいだったかな。その頃にご相談をいただいてやり取りをした時期があったんですね。ご相談メールなのにどこか軽やかで、うまくいくんじゃないかなとは思ってました。はい。当初は、片思いの彼についてのご相談をいただいてたんですよね。そうです。で、K さんもちゃんとね、ご自分に向き合う方でしたよね。本当そうですね。で、それも含めてお伝えしていきましょう。K さん、改めてご報告いただきありがとうございます。ありがとうございます。K さんはざっとですがこんな方です。片思いの彼に振られてからギクシャクして音信不通に。音信不通から2ヶ月後、中途半端にしてごめんねと彼から LINE。関係が復活するもすぐ音信不通。こんな感じのことを繰り返していたような感じですね。はい。はい。ちょっと復縁っぽいけどね。この彼とうまくいきたいっていうのが当初の K さんの希望でした。はい。で、じわじわ追い風は来てる気はするのに、一進一退だなと思っていらっしゃいましたね。そうですね。でもこの関係はちょっとモヤモヤするよね。わかるね。で、この時めぐるはなんて返事したんですか？もちろん彼とラブラブで幸せな毎日という思いを決める話をしました。はい。それだけ？いや、いろいろ書きましたけど、あとは LINE に関して言えば、LINE が来て嬉しい。よかったってひとしきり喜んだ後は、さてそれとは関係なく私は彼とラブラブな毎日っていう思いにフォーカスしようっていう感覚でいてくださいねみたいなこともお伝えしました。なるほどね。K さんはお返事をすごく喜んでくださってたよね。はい、そうですね。K さんね、周囲に潜在意識のことを聞ける人もいなかったそうで、ネットで自分と似たような事例を探しては参考にして実践してを繰り返して褒めれんにたどり着きましたとおっしゃっていました。自分なりにいろいろ実践してみた方だったんですね。そうなんです。わからなくてもやってみるっていう K さんの姿勢は素晴らしいですよね。はい。で、それ以後しばらく K さんからはね、連絡来てませんでしたよね。そうですね。で、それから数ヶ月後の相談は、そんな長くなかったんですけど、こんな感じでした。自分が思ったことが真実だと思う癖はついてきたように思いますが、思った未来にまだ進まないなとそこにしがみついてしまう時もあります。わかるね。その時は何てお返事したんですか？要約すれば、現実にしがみついてしまうのは長年の癖なのでしょうがないですよと。で、エゴが垂れ流せないのもしょうがない。それはそれとして、彼とラブラブで幸せな毎日を過ごしているっていう思いにフォーカスしてくださいね、みたいに答えました。なるほど。そしたら先日、3月の初めですよね。再び K さんからメールが届いて、それがなんと成就報告だったわけですね。いやー、よかったよね。本当よかったよかった。それが意外な展開になってたんだよね。はい。めっちゃ意外かつすごいことになっていました。K さん。はい。相談してきた片思いだった彼は自らの意思で諦めた。はい。その後1ヶ月の間に3人から告白され、うち2人からプロポーズされる。すごい。新しい彼ができるも1週間で破局。
破局した直後、最高の彼氏が出現。いやいやいや、これはすごいですね。すごい怒涛の展開ですね。すごいよね。1ヶ月の間に3人から告白、うち2人からプロポーズってさ、うん。K さん相当モテモテに見えるけど、うんうん。人生最大のモテ期でしたとのことでした。K さんすごいね。うん、なんでそんなモテ期が急に到来したのかな。なんかその音信不通だった彼を諦めたことが大きかったのかな。そうだね。K さん自身はこう言ってます。それまでの K さんは、恋愛には試練がつきものだ。いつも付き合う前がうまくいかないっていう思い込みがあったそうなんです。わかるよね。恋愛ってさ、なんか紆余曲折あるものだってなんかどっかで思ってる節もあるもんね。そうそう。でも、音信不通とかね、うまくいかないことを繰り返していた曖昧だった彼を自分の意思で諦めたあたりでこう思ったそうなんです。もういい加減、さっさと幸せになっていいだろう、私。なんかパワーアップしてますね。なんかなかなか実現しないって落ち込んでる人もいるかもしれないんですけど、K さんみたいにさっさと幸せになる私でいていいよね。もちろんです。K さん曰く、さっさと幸せになっていいよねって心底思ったとき、つまり自分に許可が出せたときですね。この時点で速攻愛される私に考えが大きくシフトしたようでしたとおっしゃっています。速攻愛される私。いいですね。なんか遠回りしないでバシッとうまくいきそう。実際それで K さんうまくいっちゃうんですね。次の彼とは、ただしね、1週間で破局しちゃって、かなり落ち込んだそうなんですけど、その彼がキーパーソンみたいになって今の彼と知り合ったそうなんです。じゃあなんか破局も無駄じゃなかったわけですね。そうなんです。何一つ人生に無駄なことってないんですよ。はい。なんか出会いからお付き合いまではもうあれよあれよという感じだったそうですよね。はい。わずか1ヶ月で恋人になり、しかもその彼はこんな人だったそうです。私が今までずっと願っていた要素をすべて兼ね備えたトータル完璧男子でした。すごいね。なんかまさに K さんは潜在意識活用してるよね。なんかそういう人が彼ができた時ってなんか、こんな人世の中にいたんだみたいに思うくらいの理想を兼ね備えた人が出てくることが結構あるよね。あるある。K さんはまさに理想の彼を出現させたようなものだと思うんですけど、その前に1週間で破局という手痛い目にも合ってるじゃないですか。で、そのことをこう振り返っているんですね。絶頂からどん底に突き落とされて辛くてたくさん泣いたけど、何があろうと幸せな恋愛に到達できました。すごい素敵だね。なんか K さんちゃんとね自分に向き合ってきたってことなんだろうね。そうです。ご本人もこうおっしゃっています。自分自身の嫌な部分も丸ごと認めて向き合ったからこそ本物の愛に出会えたのだと思います。すごいね。なんか K さんってご相談くださった時からなんかメールの文面はこう深刻な感じにはなってなかったよね。はい。もちろんあれこれと葛藤があったのは確かなんですけれど、それでも全体的になんか軽やかな感じだったんですね。で、もともとご自身が実践してきて、その上でヒントが欲しいっていうような感じでした。ですから、ご自分に向き合う意識というのは、すでに整っていたのかなって思いますね。なるほどね。あとなんか潜在意識について K さんは素晴らしいことを言ってくれてるよね。はい。潜在意識は
本当にあさっての方向からとんだミラクルをギフトとして送ってくれる最強最高の私自身の心だと思いました。おー、すごいですね。K さんの言うことって本当にその通りで、潜在意識で実現するときって本当にそっから来るのみたいな、あさっての方向からしか来ないんですよ。自力で緻密に計画を立てても到底及ばないようなルートでドンってやってくる感じですね。いやー、本当だね。もうなんか潜在意識が何とかしてくれるって信頼して太郎くんとラブラブって思いを決めたら、もうなんかあとは他力に委ねて任せてみてほしいよね。本当そうだね。K さん、最後は褒め練についてすごくたくさん書いてくれました。というのもね、K さん、褒め練がまだ登録者が500人に満たない頃から見てくださってたんだって。いやいや、ありがたすぎますね。まあなんか私たちは K さんやね、視聴者の皆さんがいるから成り立ってるわけだからね。本当そうですよ。K さん曰く、褒め練の動画以外でも、いくつか自己肯定感を上げ、心身を整えるために参考にしていたツールがあったりもしましたが、やっぱり褒めれんさんの動画を見始めてから、それがより大きく飛躍する駆け出しになったのは確かです。こんなことをおっしゃってくれたんですね。もうね、ありがとうございますしかございません。本当にありがとうございます。なんかヒントになったのは嬉しいけど、まあね、Kさん自身がすごかったっていうその一言に尽きるよね。もうそれだけ本当そうですね。すでに彼とは将来を見据えて、ラブラブに過ごしてるそうなんですよ、K さん。だからもうね、本当におめでとうございます。末永くお幸せに。はい、もう本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい。じゃあ、それでは幸せのお裾分けができたところで、今日はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。